にちは、さきです。これからお出かけします。出かける準備をします。メイクをします。リップを塗ります。髪がボサボサです。やばい。髪をまっすぐにします。ストレートアイロンをします。このヘアクリームは桃のめっちゃいい匂いがして大好きです。値段も安いしおすすめです。リップが1本、ペットボトルが1本、コップ1杯、写真が1枚、ネイルチップをつけます。私はいつもネイルをしていないんですけど、休みの日だけネイルチップをつけています。日本ではネイルチップが人気です。このネイルチップは白とベージュのグラデーションです。ここがキラキラしていてめっちゃ可愛いです。仕事が終わりました。買い物に行きます。ドラッグストアに行きます。ボディーソープを買います。普段より値段が安くなっています。お得の文字が見えますか？普段より安く買えるという意味です。一つ買うより二つ買った方が一個あたりの値段が安くなります。私はピーチソープの香りを買いました。桃と石鹸の香りです。今回の買い物の合計は500円でした。どうやってお金を出せばいいでしょうか？500円玉一つで大丈夫です。夜食を食べます。夜中にご飯を食べます。いつもは食べないけど、今日はどうしてもなんか食べたくて我慢できなかった。レンジでチンします。今日はたこ焼きと杏仁豆腐を食べます。たこ焼きは私の大好物です。ソースをかけます。マヨネーズをかけます。開けます。オープン。最悪。こぼれました。ティッシュで拭きました。皆さんは杏仁豆腐を食べたことはありますか？杏仁豆腐は甘くて柔らかいです。このシロップはすっごい甘くてめっちゃ美味しいです。多分砂糖がいっぱい入ってます。夜中に食べたらやばいね。皆さんは甘い食べ物が好きですか？辛い食べ物が好きですか？夜中にご飯は食べますか？私はラーメンとかチョコとかそういうのが好きです。思い出話をします。結構前に大阪に行った時、たこ焼きを食べたくてたこ焼き屋さんを探していました。駅の中にお店がありました。
Google マップで探すのが難しかったんです。エスカレーターを何回も行ったり来たりしていました。無事に食べれました。四角に当てはまるものを選んでください。答えはコップ一杯です。最後にもう一回聞くので覚えておいてください。少し部屋の模様替えをします。壁にリボンを貼ります。水色のリボンを貼ります。たくさん貼っていきます。日本ではこのリボンが大流行しました。バレーコアといって、こういう雰囲気が可愛くて、服とかインテリアとかネイルとか、もう至るところがリボンまみれになりました。待って、やばい、めっちゃ可愛い。大成功。次に皿洗いをします。スポンジに洗剤をつけます。これは食器洗剤と言います。水で流します。皆さんの好きな家事は何ですか？私はほとんど全部が嫌いです。最近乾燥がひどいです。ハンドクリームを塗ります。漢字を書きます。視聴者さんが好きな漢字を書きます。実はコミュニティで募集していました。今日は葉を書きます。葉は葉っぱの葉や紅葉の葉を表します。実は私は漢字を書くことが好きです。でも覚えるのは苦手でした。漢字を覚えることは難しいです。漢字以前に日本語が難しいですよね。ゆっくり覚えることが大事です。皆さんはどんな漢字が好きですか？コメントに書いてください。次に紹介する日本語はあなたをネイティブに近づけます。カフェで使う日本語です。これお願いしますを覚えてみてください。久しぶりにタピオカを飲みに行ったんですけど、見てください。メニューが多すぎる。注文するとき、メニューを読むのが普通かもしれません。でも私はメニューを指さして、これお願いしますと言いました。メニューの名前が長いときや話すのが難しいとき、ぜひ試してください。はい、カッコの中に当てはまるものは何ですか？さっき話したように、日本語を覚えるのは簡単ではありません。日本語にはたくさんの略があります。省略されて使われる日本語はいっぱいあります。今日の動画でも略語について少しだけ学んだんですけど、この動画でもっと多く学べます。バイバイ。